はいどうも、キスケです。今回は NTE バージョン 1.3 予告番組最新情報をまとめていこうと思います。今回の予告番組では、新キャラクターの残光やリンコの性能、サマーイベントや各キャラクターの水着スキンなど、大量の情報が公開されました。サクッと簡潔にまとめていくんでね、よければ最後まで見てってください。それと概要欄に番組で公開されたコードを貼っているんで、まだ打ち込んでない人は使ってください。それでは行きましょう。早速新キャラクターの情報から見ていきましょう。まずは前半で実装される残光から。いや、めちゃくちゃ楽しみにしてましたよ。残光は呪いのキャラクターで、小判は機体、役割はメインアタッカーです。特徴としては現実と幻境という2つの形態を持っていることでしょうか。まず現実形態では通常攻撃が最大5段で、特に付属効果はついてないんですけど、現実形態の残光は常に強心というバフがかかってるみたいで、敵への余ダメージがアップします。で、どうやって現実形態から幻境形態へ移行するのかというと、バイレールスキルを発動するだけで移行することができます。しかもこのバイレールスキルには追加効果があって、通常攻撃の4段目、5段目、通常攻撃の長押し、回避反撃、その後にバイレールスキルを発動すると、敵に継続ダメージ効果が発生するデバフ、侵食を付与し、さらに広範囲の敵のブレイク値を大幅に削減できます。かなり強い追加効果なんで、現実形態から幻境形態に移行するときは、通常攻撃のコンボ中とか回避反撃後にバイレールスキルを発動するのがいいと思います。幻境形態の通常攻撃は最大4段、敵に呪い異能ダメージを与え、さらに継続ダメージ効果が発生するデバフ、侵食を1スタック付与します。さらに通常攻撃が命中するたびに、侵食による継続ダメージが周囲の敵にも拡散されます。ちょっとややこしいよね。簡単に言うと、幻境形態での通常攻撃は振っているだけで広範囲に継続ダメージをばらまけるということです。で、現実形態だと常に強心というバフがかかっていると先ほど話したんですけど、幻境形態では未爆というバフが常にかかります。これは敵に付与した継続ダメージのクリティカルダメージがアップするという効果です。ちなみに幻境形態は一定時間経過すると勝手に終了します。7割のバイレールスキルみたいな感じですよね。さらに幻境形態の攻撃は全て追加攻撃として扱われるそうです。多分追加攻撃のバフを持ったキャラクターが追加される布石なのかなとは思ってます。幻境形態のバイレールスキルは発動すると現実形態に切り替わります。このバイレールスキルは幻境形態の持続時間がわずかになるとアイコンが光るみたいで、光っている状態で発動すると追加効果が発動します。追加効果は広範囲の敵に大ダメージを与え、 EX レール集結が特殊仕様に変更されるというもの。かなり強い効果なんで、幻境形態が終了する間際に使うようにしましょう。そして EX レール集結なんですが、残光は2種類の集結スキルを持ってます。先ほど解説した幻境形態の持続時間がわずかになるとバイレールスキルのアイコンが光ると話したんですけど、アイコンが光ってからバイレールスキルを発動すると EX レール集結が特殊仕様になります。特殊仕様の EX レール集結を発動すると広範囲の敵に毒炎というデバフをばらまきます。さらに EX レール集結を強化します。制限時間内に強化された EX レール集結を発動すると前方広範囲に呪い異能の大ダメージを与えます。はい、めちゃくちゃ複雑です。ただローテーションを覚えると簡単で、まず現実形態で通常攻撃、コンボ中にバイレールスキルで幻境形態に移行、幻境形態で通常攻撃を振り回しながらバイレールスキルが光ったら発動して現実形態に戻る。そのタイミングで EX レール集結が特殊仕様に変更されるんで、特殊仕様の EX レール集結を発動。その後もう一度 EX レール集結を発動して1サイクル終了
という感じだと思います。通常攻撃、バイレールスキル、通常攻撃、バイレールスキル、集結、集結。こんな感じですかね。なかなか1サイクルが長いメインアタッカーなんで、サポーターは必須かも。パッシブスキルに関しては、異能連環の濁念を強化。濁念をスタック可能にします。濁念は付与した敵に継続ダメージを与えるというものなんで、これをスタックできるというのはなかなか強そう。闇のキャラクターは必須っぽいですね。探索スキルに関しては、探索中1000円状態になることができて、敵から発見されなくなるみたいです。警察から逃げたり、肉球大強盗で役立ちそうですよね。そして育成素材も公開されてました。異能レベルアップが取り立てや、レベル突破素材は孤児を呼ぶものです。今のうちに集めておきましょう。続いてリンコの性能を見ていきましょう。リンコは霊異能キャラクターで、小判はプラズマ。役割は番組内で明かされていないんですけど、おそらくサブアタッカーだと思います。通常攻撃でハーモニクスというゲージをチャージして、バイレールスキルで使用します。バイレールスキルを発動すると、幽霊のサダちゃん、もしくはチーム内のキャラクター1体を呼び出してシンクロ攻撃を発動します。このシンクロ攻撃は呼び出したキャラの属性を参照するみたいで、例えば主人公を呼び出すと光のダメージになります。そしてこのシンクロ攻撃は通常攻撃で貯めたハーモニクスを全て消費して、消費した分のダメージバフを獲得できます。で、面白いのが、リンコが控えにいると一定時間ごとにサダちゃんをフィールド上に召喚し、敵を攻撃してくれます。さらにサダちゃんが攻撃を行った敵に対して小娘マークというのを付与します。この小娘マークは味方がバイレールスキルを命中させることで消費できて、控えからリンコが登場しシンクロ攻撃を発動します。以上のことから裏からでもダメージを出せるサブアタッカーっぽいですよね。 EX レール集結では発動すると一定時間持続する領域を展開し、最大3人のチームメンバーとシンクロ状態になります。その後バイレールスキルを発動することで仲間のシンクロ攻撃を順次発動させることができます。いろんな属性ダメージをポンポン発動できるというのはなかなか面白いですよね。パッシブスキルでは異能連環の副門を強化。副門で発生する追加ダメージの倍率が上昇し、さらに副門状態の敵が受ける追撃ダメージが増加します。副門は呪い異能と発動する異能連環なんで、前半で実装する残光と相性がいいかもですよね。探索スキルに関しては街中をぴょんぴょん飛び回れるスキルで、滑空スピードも非常に速いです。これは探索人権な気がしますよね。育成素材に関しても公開されてます。異能レベルアップは荒くね、レベル突破は音ゲー魔王です。今のうちに集めておきましょう。ここからはイベント情報をまとめていくんですが、まずはナナリとホトリが復刻されます。これはちょっと意外でしたね。前半は残光と同時にナナリが復刻、後半はリンコと同時にホトリが復刻です。当然モチーフ5番に関しても復刻します。意外と NTE の復刻ガチャは早かったね。イロヒがいるのにナナリがいないみたいなコメントも見たことあるんで、余裕がある人は狙っちゃいましょう。続いて新エリアの紹介。今見ている映像が新エリアなんですけど、非常に走りやすそうな道路がたくさんありますよね。これはもう確実にレースしてくださいねみたいな道路がもう山ほどあります。実際新たなレースイベントとかも開催されるみたいですし、めちゃくちゃ広いそうなんで、これは車を運転するのが好きな人は楽しみでしょうがないでしょう。続いてサマータイムイベント。夏らしいイベントが目白押しです。まずはビーチバレー。これは PVE コンテンツだそうで、2対2の対戦を楽しめます。敵も味方も NPC なんで気楽に楽しめますし、報酬もかなり豪華なんでね、これはチャレンジしがいがありますよね。
そして夏といえば水着ですよ。今回水着が追加されるのは鑑定士、ナナリ、カオス、ミント、そして残光です。いやー、こりゃたまりませんな。これ残光大丈夫かこれ。非常に際どくてクオリティが高くて大満足ですね。そして新乗り物、水上バイクとビーチバギー、自転車が追加されます。この水上バイクに関してはポルシェ同様ガチャ形式で手に入るみたいで、そのガチャの中に先ほど紹介したミントやナナリの水着も入っているそう。なんなら僕は水上バイクではなくて水着目当てで引いてしまいそうです。そして新たな物件、戸建ての別荘も追加されます。なんかクレヨンしんちゃんみたいな、この別荘ではね、新機能として家庭菜園もできるそうなんですよ。種をまいて時間を置けば自動的に作物を育ててくれます。で、育てた作物は魚釣りと同様、シティスタミナを消費することで売却できます。いや、これは便利やし、見た目がいいんでね、なかなか欲しい物件です。そしてセブンデイログインボーナス。アップデート後からログインするだけで最大10個の本質サイコロを獲得できます。これも嬉しいよね。すり抜けがないガチャシステムでこれだけ報酬を配っていいのかと言いたくなりますが、くれるもんはもらっておきましょう。いかがだったでしょうか。今回は NTE 予告番組新情報まとめでした。なかなかボリューミーでしたね。新キャラクターの残光もリンクも楽しみですし、何より水着がね、いいよね。ストーリーもスカーレット・レターとの決着がつくと言われていましたし、どのような展開になるのか目が離せません。皆さんは今回の予告番組で何が一番楽しみですか？よければコメント欄で教えてください。このチャンネルではこれからも NTE に関する動画を上げていきます。この動画が良かったなと思った方は高評価で応援、チャンネル登録していただけると嬉しいです。最後までご視聴ありがとうございました。さよなら。